こんにちは。こんにちは、どうも。今日は黒お揃いじゃないですか。数年ぶりの黒着てます。ねえ、どうしたんですかうん。超おしゃれな革ジャン。聞きたい理由。いいかな、別に。今日ほら、そのえ話メインえだから、ほら。はいはいはい。うん。何したんですか？先週ね、収うん。録終わってからね、うん。チケット取れたので、ジャネッあ、トのそうだ。コンサート行ってきました。はい。ジャネットのチケット余ってるって言ってましたもんね。そう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 。いい場所でした？まあまあです。ピップ席のうん。周りね。後ろ、うん、そう、はいはい。周りの席だったので、はいはい。いい席でした。ちょっとオープニングっていうか、吉はい。野近況をサクッと聞いてから本題にさっさと入りいや、たい。いいっすよ。俺別に近況とあと。言わなくたっていいんだよ。別にそんな。そう。ゆみさんの近況だけでもいいんだから。でもほら、オープニングをやるためにもね、オおープニング互いの近やるため、況をちょっと話してオープニングのためいいやろのネタってことね。う。そうです。はい。じゃあ、俺から言っちゃうってこと？はい。はい。あ、本当？プール行きましたよ。うん。久しぶりに。車で3分おー、近い。ぐらいかな。あ、もう3分じゃない、4分5分、まあまあまあ、そのぐらいうん近いです。うんうんうんそれでね、なんか近くにね、大学があって、うん。明うんうん。王大学っていうところがあって、そこでなんかその人たちがね、試験をするらしくて、うんそのためのね、泳ぎの練習をやってて40人くらいいたのかな。うんうんうん。で、俺行った40。らそのコース一つ開けてくれてね。で、うんここでどうぞ泳いでくださいって言われて、ありがうんうんとう、なんつって泳いでたんですけど、もう波酔いしちゃってね、うん。かわいそもう海で恒例の波酔いをプールで俺今多分なったことないんですけど、う。やっぱ40人のパワーっすかね、それ。そう、波がすごくて、しかもう久しぶりに行っん。たので、まあ、うん。カッパのよっちゃんはね、まあ、うまいこと泳ぐんですけど、もうう50メん。ートルで1回休んで、あーってぼーっとしてまた50メートル休んでっていう繰り返してたんでうん。うすよ。普段ん。もうちょっとね、ペース早いんですけど、うん。休んでる時に揺れてんなーって思ってたんですよ。うん。うん。うん。それ、うん。やれちゃった。そっうん。か。大変、そう。大変だっはい。た。しかも今日ね、みんなね、うん。みんなほら、インストラクター2人ついてたのかな？うん。で、その子たちはね、平泳ぎをやってたんですけど、まあうん。練習中ですよ。ね。うん。うん。うで、俺ん。がこう、颯爽とね、行ってね、バシャーっつってなんかこう、うまい感じでウォーミングアップして、うん。いい感じのカッパ状態をね、見せつけたような気がするんです。うん。うん。調子に乗っちゃってさ、俺さ、うん。俺うまいだろう的な感じでね、なんかだって泳ぎ終わってる時にね、みんなこっち見てんですもん。あれ？それどういうこと？これは何？俺の泳ぎにちょっと憧れたって思っちゃってさ、また調子に乗ってね、なんかね、バタフライとかしてるしすんの。でもね、今日ね、よし、疲労しすぎてね、なかなか収録に現れなかったんですよ。うん。もうずっと寝てた。ごめんなさい。ねえ、起きれなかったらしいで起す。きれなかった。まあ、久しぶりにいたから本当疲れてたんでしょうね。まあでも筋肉痛にはなってないし、うん。本当大変だったな、酔いが。うん、まあ、こんなもんです。近況なんつったってね。うん。うん。でも泳ぎは気持ちがいいぜ。うん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 サウナに行こうかなと思って、サウナに行くんだったら泳げばいいじゃんと思って。うん。そっか、そこで久あの、しぶりのプール。そう、なんか、ミストサウナもあって、うんうん。なんか、3年ぐらいずっと直してなかったんですね、あいつら。何それ、プールの中にあんの？プールの、へえ。隣の部屋みたいな感じで。で、うんうん。そういえばミストサウナ治りましたって聞いて、治りました。でも有料になっちゃいました。あ、そう。プールに入るのにお金払ってサウナは別料金ってこと？そうそう。ああー、なんかね、プール、まあ、町内割って言ってね、元部長日うん。だったら、通常は600円だけど、俺は400円うんで行けるんですけうん。ど、で、おー。サウナはプラス1000円ですって。うわ、修理費がそのままなんかかかっそう。てる感すごい。修理費やられてんな、おい、と思って。1000円やばい、すごい差ですね。でもね、素敵な感じでリフォームしてましたよ。あおお、これいいね。あ、まあ一回ぐらい行ってもいいんじゃないですか。まあ、一回ぐらいね、行こサウナ、うかなと思って。サうん。ウナだけ。うはい。ん。そっか。そんな、そんなそんな、よしで。そんな、波酔いしたよし。波酔いよしですよ。波乗りジョニーにちょっとかけてんだけどね。ジョニーって言われるとちょっと別のものが浮かんで。なんすか、ジョニー。別です。ウーアっていうアーティストがいるんですはいはいはい。けど、うん。悲しみジョニーっていう曲があっあ、て、まあ、大うん、大好きです。波酔いよし。まうん。それでもいいよ。うん、連想するものがいろいろ違うっていうね。違います。うん。で、ジャネットどうはい。でしたよ？
ジャネットにちょっとこれいろいろ喋りたいことがあって。いいよ、いい、喋ろう、喋ろう。俺の話はいいからもう。うん。そう、まずね、私すっごい大きい会場だったんですけど、うん。まずそういう大きいホールで、何かしらのうん。ものを見るっていうのが初めてだったので、まあ、ええ、せいぜいその舞台とか、それぐらそうね。いだったんですよね。その2階席、3階席ぐらいまであるような、うん。あの講演会っていうか、ミュージカル系っていうのそういうのはうん。行ったこと何回もあるんですけど、今回は1万7000人っていう1万7000人か、規模だったの多いね。で、ちょっとそのうん。規模感にまず会場ついてから、うわ、人すごってなって、あ、もう入るまでも結構初詣か、みたいな。人が、すごい。そう、人がすごくて、会場入っうん。たら入ったで、こんなとこまで人入るのみたいな。え4階、そんなに4あるんだ。階席、もう本当に全然米粒かみたいな人が。あっていうとあ、ころまわかで人がるわかる。いうん。て、その規模感がちょっとびっくりしたのと、私先週エピソードで話したように、その VIP 席の周りを囲うようなエリアの席があって、うん。そこうん。のチケットを取ったんですけど、はい。そこ取ってよかったなと思って。むしろそあ、こそうですか。うん。を取ってなかったら、あんな遠くから見ることになったんだ、みたいなぐらい、も別のエリアのチケットは、すごい遠いんですよ。そのステージでから。しょうね。俺、東京うん。ドームでね、x ジャパン行ったんですけど、俺、うん。2階席の、まあ、後ろ、スタンドの方ですよ。スタンドってね、東京うドームのん。スタンド。いや、ちっちゃかったですもん。うーうん。ん。あ、よしきってこんなちっちゃいんだと思いましたもんね。うーん。まあ、そういう、それはちょっと今冗談ですからね、今のね。普通に流そうとしてたけど。うん。こんなちっちゃいんだから、だって。そんなの。まあ、その人の存在は感じられるけどっていうことでまあね、すよね。そういうこと。まあ、うん。今は、あんなね、大きいモニターとかがあって、遠くの席でもそうそうそ一応見れるけど、できればやっぱ肉眼で見たいっていうのがう。うん。その あるの VIP で。席の後ろって、前から言ったら何列目ぐらいなんですか？まあ、でも、そうだな。60人目ぐらい。あ、そう、それでもうそうなんだ。その VIP 席の中でも私は後半だったので、うん、うん、うん。50列目、ステージのすぐ手前のとか1列目としたら、50列目か60列目ぐらいかな。50列目って言ったら映画館ぐらいかな？映画館の後ろの方ぐらい？そんな感じ、そんな感じ。うん。そんな感じ？あ、そんな感じ、そんな感まあ、でじ。もそのぐらいでもいいよね。そう、一応ね、うん。肉眼で本人がギリギリ見えるかなぐらいですかね。表情とかも見えそうですね、じゃあ、それだったら。本当にギリギリ。ううん。ギリギリん。見える感じだった。うん。そう。まずまあ、私が会場に入って人の凄さに、おお、すげえみたいな。会場にまずびっくりとか圧倒されて、まあ、あとはやっぱり、長いじゃないですか、アーティスト歴が。はい。なので、古くからのファンの方うん。と、まあ、若い方もいらっしゃいましたけど、その年季の入ったファンの方が、なんか独特なオーラっていうか、なんかうん。パッと見で、あ、ジャネット好きだよねっていう、なんか、なんていうの、メイクとかファッションとかもやっぱ、なんかね、ということは、入る。そのファッションで行ったってことですか？そうそう、今日ね、そうそう、うん。当日うん。行ったファッションでちょっと、やっぱジャネットといえば、黒とかシルバーとか赤じゃねと思って、赤、で、こうん。のセットにうん。赤色の着物リメイクのパンツ履いてきました。へそうえ。そうそう。で、これ当日作った、このバッグの紐、シルバーの。あ、見えねえな。あ、でも、ずいぶんその、持ち手がでかいですね。そうやって持ってた肩の？掛けですよ、肩掛け。こういうふう肩掛け？に使うんです。うん。えそう。かっけえ。あ、うんシートベルトのやつか。そう、これシートベルトのバッグなんですけえ、ど、持ち手のところもシートベルトですか？もしかして。そこは違う。持ち手はこれ組紐って言って、はいはい。あの組紐です。紐が組紐の、四つ編みになってる。はいはいはい。組しめ紐、縄みたいな感じ。しめ縄、組紐っつったらほら、必殺仕事人の組紐のゆうさんしか俺思いつかない。あんのそんなの。あるの。じゃあこれ中条きよで、し。あの、三味線のうん。糸で人を殺す組紐屋のゆうですよ。組紐や組紐のじゃあ、後継ぎみたいなこと。組紐屋、うん、組紐、なりわいを組紐にして、そのう裏でね。ん。じゃあ私もこれやりながら、シュッてやればいいの？っていうこと。これ、組紐って、そこ、でもそれも作ったってことですか？そうそう、ゆみちゃん。これね、古着ああ。
のスカート。スカートそうなっちゃったうん、んだ。そう、スカート紐になった。それシルバーっぽいですか？シルバーです。爪とお揃いです。じゃあ、ん。本当だ。爪もシルバーか。そうそうそう。そうなんですよ。やっぱりえジャネットの雰囲気出したかった。で、それで、はいはい。あの、雰囲気も揃えたくて黒を多用したうん。服装で行きました、当で、日は。黒珍しいですよね、ユミさんね。もう着ないです。ほぼ100%着ないです。ほぼ100%。でも、じゃあ、うん。今の映像でね、ポッドキャスト聞いてる人、見てる人は、うんうんうん。これ以降見れないよと。まあ、そうですね。見納めぐらいの勢いです。でも一応黒持ってんだね、ユミさんね。そうですね。一応持ってる。一応。うん。でも、着ないゾーンに置いてるっていうか。 被害ゾそうそう。そう、この、革ジャンはですね、ーン。うん。私、古着を仕入れて売るっていううん。ビジネスも一応やってまして、はい。それで仕入れ行った時に、はい。もうサイズ私、ぴったり、オーダーメイドかっていうぐらいぴったりの革ジャンをうん。何着か見つけまして、うん。それはなんか買っちゃった。普通に。何着かってことは、何着か持ってるんですか？じゃあ、そういうん、うわけではない。このメーカーのやつが合うみたいで、はい。もう一個、なんか茶色も持ってる。えそうそう。で、だってほら、うん。俺基本的になんか、まあ黒多いっすよ。やっうぱ、ね、黒着ーん。てると、なんか黒の話になるとユミさんが本気で怒ってくるからさ、うーなんか黒に逃げるってどうん。なのって言われ、何回か俺言われちゃってるから、だからそうユミさんの前では黒ね。着ないと思ってるんですよ。うんうん、真っ黒はちょっとやっぱ反対かな、やっ今、ぱり。突っ込め、今、お前黒着てんじゃねえか、今っていう突っ込み待ちだったんですよね。悲しかった今。しかも真っ黒だし。そうそう、黒うーか。ん、まあ、うん。でも、黒に対しては、ここ数年は否定的だったんですけど、まあ、うん。使い方によってはやっぱりいいもんだなって思いましたよ。使い方ってどういうことですか？うーん、なんだろう、それが映える場所もあるっていうのか今回のコンサートはもう、まあ、ジャネットっぽいな。うん。感じでっていうことで生えたってことですね。そうそうそう。まあ、ジャネットといえば、私の中でですけど、黒、赤、うん。白、シルバーみたいなうん。イメージがあったので。よく、俺も x ジャパンのね、コンサート行った時、x ジャパンのうん。格好してた人結構たくさんいたうん。んですけど、うん。やっぱりジャネットの格好だったり、マイケルの格好してた人もいます？いや、そうそう、今回ね、うん。昔の PV っていうかミュージックビデオの、はい。完コピの人いた。いた。あのえね、私も多分わかる。昔の MV で、ここにさ、マイクして、うんうんえっとね、うんちょっと警察っぽいなんか感じの、ミリタリーとか警察っぽい感じのうん。うん。スタイルで、ここに、当時はまだもうほんと珍しいピンマイクしうん。て、ダンスしながら歌うみたいなやつ。あれの完コピしてる人いた。お、かえっこいいと思って。ちょっとそマイケル、れをね、うん。見るの楽しくて。まあでしょうね。俺もね、楽しかうん。ったな、ああいう時に行ったの。あ、マイケルうん。いなかったですか？マイケルっぽい人はいなかったね、さすがに。いなかったんだ。うただ、ん。会場にマイケルのお兄さん来てたっぽくて、あマイケルのの、お兄さん。そうそう、多分、ジャネットのツアーについてきてたっていうか、今、はい。マイケルの、映画も始まったじゃないですか。うんうんあれもあって、一応プロモーションで各国回ってると思うので、それもあってなのか、お兄さんが来てて、もうなんかパニックになっちゃって、会場が、客席。うん。えみたいな、なって、昔からのファンの方ってうん。もうわかるじゃないですか。うんうんうん。だから、後ろの席の方が、ジャネットファン歴30年の方で、まあ、うん大声で喋ってるから全部丸聞こえだったんですけど、なんか追いかけて、うん海外のツアーとかも行ってたらしくって、うん。で、なんか、俺が今まで追いかけてきたのに、なんか、ジャクソン家の人が今、俺の後ろにいるみたいな感じでうん。感動して、なんか、すごかったであ、す。そっか、ジャクソン5ってあれファミリーでしたね。そう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 。そういうこと。そうなんです、あれそうなんです。ジャクソン5の中にはジャネット入ってなかったですよね、あの時ね。入ってない、入ってない。うん、入ってないですよね。入ってない。うん。けど、途中の、DJ タイムみたいなのがあったんですけど、そこでジャクソン5めっちゃ流れて、すっげええ盛り上がりました。うん、そうで、会場のお兄さんの影響でマジでパニックになって、みんなビデオバーって撮って、警備員の方がやめてくださいみたいな ー、なって、えそんなことも、あったりとか、そう、でもファンの方は結構観察面白かったですね。やっぱうん。りユミさんとかはさ、そのジャネットをこう見るだけじゃなくて、ジャネットのステージ衣装とかもね、よくうつか見てらっしゃるじゃないですか、ーん。ユミさんね。そういうのも、そういうところにも目行くんでしょだって。ああ、もちろんもちろん。なんかその辺も含め
た話がちょっと今日話したかったことあ、でもあオッケーオッるんですけケーオッケーオッケど、ー。そうそう、なんかね、まあそれはちょっとこの後って感じですけど、うん。コンサートの感想としては、マイケルもよく多用してましたけど、うん。ステージの下からバーって風が吹いてて、うん。強風受けながら歌うってよくあるじゃないですか。はいはいはい。あれを生で見れて結構感動したっていう。そっか。なるほどね。あれやっぱあの演出はマストなんだみたいな。うん、基本風受けてました。基本なんですか？基本的に。もう8割ぐらい風受けてました。それ暑かちょっと、ったんじゃないですか？暑それもあるかも。一石二鳥かな。それ結構地味に感動して。うん。だってうん。ライト当ててられるとすげえ暑いですからね。うーん、確かにね。よしさん、女の子のグループで花っていうグループ知ってますか？知らないですね。最近のちゃんみ、グループですか？そうです。ちゃんみなはちゃんみなは知ってますね。ちゃんみながプロデュースしてる、はい。女の子グループがいて、はい。花っていう名前の、まあ、オーディションで出うん。てきたグループなんですけど、その子たちがオープニングアクトだったんですけど、そうなんだ。そうそう、オープニングアクトでももう30分ぐらいライブやって おー。なんかね、花のためだけに来てる子も結構いたっぽくって、えー、終わったら帰っていく子とかも、そうなんだ。うん、いたいた。で、花の T シャツ着てて、ペンライト持ってる子とかもうん。いて、まあでも、ジャネットと両方好きなんだなーっていう感じの人も結構いたから、ちょっとそれびっくりした。でもあれでで、すね、うん。花がオープニングアクトって知らないかも、知ってたとしても、ジャネットメインだったら帰らないでしょ、普通は。うん、オープニングアクトは、サイトで予告されてるからみんな知うん。ってて来てるんだけうん。ど、そうね、確かにね、ジャネット目的だったらっていうのはあるけど、でも帰ってく人いたみたいで、えうん、そうそう。まあでも、オープニングアクトもかなりすごかったですよ。もう、めちゃくちゃ盛り上がって、そう。すごいなと思って、デビューしたての。花ね、なんか言われてみればなんとなく知ってるかもしれない。名前だうけん。歌とか知らないですけど、なんか、あの、うん、わかるかも。うん、ローズっていう曲がすごうん、いやっぱり有名だわかんなかった。ごめん。し、でも多分聞いたらコンビニでまあね。聞いたことあるかもみたいなぐらあ、いコン有線でビニでね。流れまくってたえー、みたいです。そういううん。メディア系は全く今触れてないからわかんないな、俺。うーん。そう、でもね、ダンスがね、すごいんですよ、本当に。本当にすごいから、なんか感動した、それも。見てみる、俺。ちょっと興味出た。うん。花って HANA ですか？そうそうそう、あれ、HNA。HANA でコンビニで流れてるわ。うん。うん、わかるわかるわかる。ファミマで流れてた。おお、うん、わかった。うん。そうなんですよ。うん。なんか、私、おこぼれ的な感じでライブ見れてラッキーだったな、みたいな。すごい、えー、チケット取れないグループなので、うん。大変なんですよ、チケット取るのは。うーん。そうそうそう。なんか、みんな抽選とかでね、あの、チケット得るって感じなので、あ、ラッキーみたいな感じでした。歌とかそのエンターテイナー的な感じではどうですか？その感想はどうでした？あ、ジャネットの、じゃないとの。うん。うん、エンターテインメントはすごいですよ。本当に。なんかすごく。当然すぎて話題にしなくても大丈夫じゃんって顔あ、してました。そうそうそう、そういうとこじゃないんですけど。うん。あ、そう、それでね、オープニングアクトっていうか、それがね、すごい演出がかっこよかったんですよ。花じゃなくて？ごめんなさい、ここからコンサートの本番の話。じゃないとね。はい。ジャネットのコンサートが本番が始まって、うん。で、まあ、花のオープニングアクトの影響でもう完全に会場湧き上がってる状態なんですよ。もう沸はい。騰してる状態で、まあ、ジャネットのコンサート始まって、うん。で、まあ、最初からね、もうキレキレのダンスみたいな。今いくつですか、彼女。60。60でキレキレか。信じられないです。本当に信じられない。えそうそうそう。それで、まあ、会場を熱くさせるのはもうお手の物って感じです。もう慣れてるって感じで、お客さんの熱量をコントロールっていうか、うまく扱う力っていうの、それがー、うん。もうね、なんか慣れてるなーって感じうで、ん。もう完璧って感じでした。そんでね、最初、キレキレのダンスで登場して、うん。まあなんかマントを着てるから服は最初見えないんですよ。だけど、そのなんかチラリズムっていうか、うん。マント脱ぎ捨てて1個目の衣装になるんですけど、なんか流れがすごい演出がすごくて、うまくて、みんなが興奮するの知ってるな、みたいな。
えそんな感じで、そこに感動しつつ。で、最初にね、歌終わって、ジャネットが一言言うんですよ。はい。I need some water って言うんですよ。おお。それがね、すごくかっこよくて。これもさ、そうよね。I need some water ってうん。言ってる時に、昔だったらね、うん。俺もうユミさんもそうかもしれない。聞き取れないわけですよ。ああ、うん。そのちょっとしたのでも、だって早かったら普通うん。は聞き取れないからね、なかなか。う I need some water. ー I ん。need some water. あんま聞こえないでしょ。確かに、これね、water がうん、日本人はちょっとちょっとね、聞こえにくいかも。それをね、聞き取れた時の感動ってありますよね。そう、それはもうね、もうコンサート全部通してそれは思いあ、ました。通して。うん。そう、最初のその I need some water がすごいかっこよくうん。て、まあダンサーの方がバックヤードからなんかウォーターボトルを持っはい。てくるっていうそんな感じの演出だった。なんかとにかくそれがすごいかっこよくて、で、なんかみんな準備できてるみたいなうん。感じでこうコンサートが始まってって、で、途中で、まあ結構、うーんと、なんていうのかな、ダンス、みんながこう踊りたくなるみたいな、そういうサウンドが多かったので、まあ本人たちもずっと踊ってるからちょっとうん。疲れるじゃないですか。だから真ん中辺で、ちょっとこうバラードっていうか、うん。座りながら、うん。うちょっとん。休憩させてみたいな感じで、ちょっとしっとり系の曲になるんですよ。はい。で、その時に、こう、ファンに対する感謝の言葉みたいなのがはい。あって、まあ、この年になっても自分が愛することを続けてられることのありがたさとか、あなたたちのサポートが本当に特別なものだって私はすごく自覚してるみたいなことを、ジャネットが言うんですけど、なんかそれがすごいね、感動したんですよね。あ、それ全部英語でしょ？全部全部全部英語。日本語訳にしてくれる人、そのステージの上にいたりとか、ない。うまく。ないんだ。何もそういうのなかった。ないんだね。それね、何もなかったの。それもびっくりした。あうあ、そうなんん。だ。まあ、そういう外国の人のアーティストのコンサートとか行ったことないからわかんないけど、MC うどうしてんだろうなって思っん。てたんですよ、ずっと。あのね、イギリスのアーティストの方の舞台、私何回か見に行ったことあるんですけうん。ど、本当にお芝居なので、うん。ずーっと喋ってるんですよ。だからそれはい。は、字幕入ってた。まあ、それはセモリフがもニターに。ともと決まってるからですそうよね。そう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 。うん、そうだよコンな。サートはないらしい。ない。まあ、確かに、それで字幕出たら最初からこれ言うつもりだったんだってちょっと冷めちゃうしね。ああ、まあ確かにね。うん。うん、でもね、なんか、言葉を、こう、言語の壁を乗り越えてみんなに伝わってるって感じでしたね。うん、まあまうあ、ん。表情とかトーンとかで、まあ、全部わからなくても、あ、こういう感謝の気持ち伝えてんだなとか、Thank you とか言われたら、感謝の気持ち伝えてんだって思うしね。うーん、うん、うん、うほら、ん。ゴーゴー、あとここのうちのリスナーさんでもある、ユミメタルさんね。うん、うん、ユミメタルさんずーっとうちで英語を勉強してくれてるんですけども、うん、やっぱり彼女はヘビーメタル、いや、デスメタルが好きなうん、うん、うん、わけですよ。うん、うん、うん。あの、バックグラウンドを言うと、彼女は、お寺さんに嫁いでますから、うん、うん。お寺さんに嫁いでデスメタルが大好きって、俺もいつもこのネタにしたいってしょうがないんですけど、彼女もね、ずーっと英語勉強してて、ある時ね、デスメタルうん、のバンドに行って、うん。MC の時間に言ってること全部分かってすげえ感動したっていう話をしてたから、そう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 そやっぱそういう話聞くとね、やっぱり、この仕事しててよかったなって本当思いますもう。うーん、そうですね。ん。ね。それは確かに、予算が感慨深いっていうか、二すごい段階経て感動するポイントですね。俺が直接うん。感動を与えてるわけじゃないけども、それによって感動してくれたっていうことで、じゃあ、俺がきっかけがあったのねって思いうーたいから、いつも。うん、うん、ん。うん、うん、うん。すごいいい話なんだよね、それは。うん、でも本当ね、海外の方が来日されて公演っていうか、お芝居系うん。とか行ったことありますけど、やっぱ英語分かってよかったなっていうのうん、は本当にそうだね。思います。うん。そうまあそう。もちろんね、英語わからなくても、十分一う生不自由ん。なく暮らせる国ですから、日本は。うん。あえて英語を勉強するってやっぱりちょっとハードル高いと思うんですよ。う普通に考えたらね。ん。でもそれでもそこから得られる喜びって今後もっともっと増えていくでしょうしね。日本のう周りをん。取り巻く環境とか考えると。まあ、特に自分が好きなものが、その海外にまつうん。わるものがある場合は、やっぱりその言語のまま理解したいなっていう気持ちそうそうはそうそう。結構強いかな。映画とかね、歌とかね。そう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 。うん。
うん。歌とか学生の頃よくやってたな、歌詞のね、歌詞見て、自分でこう訳してさ。うで、全ん。然間違ってる役なんだけど、自分でやって、メイクの使い方が全然違うだったりするじゃないですか、英語っうん。うてね。ん。そのメイク何々は全然違う風に訳してたんだけど、それでもなんか、ああ、こうやって聞き取れてる俺すげえって思ってましたからね。こういう意味なんだなとか思いながらね。うん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 。ですね。そう、でも、その英語のありがたさをちょっと、今回、またうん。再確認した。それはね、ひみさんが、まあ、今でもその、ルーティーンとして英語を勉強してます？ちょっとね、6月は崩れちゃってましたけど、うん。一応まだ全然やってます。うん。うん、ちょっとその、まあ、ルーティーうん。ンがちょっと崩れつつありますけど、ゼロうん。には全然なってないうん。うん。です。うん。うんうそのんたゆまぬ努力がね、今の、そのうん。感動を持ってくるわけですからね。いや、よかったよね。そうそうそう。うん。そうなんですよ。それでですね、うん。まあ、今回、コンサートに行った動機は、ね、なんか私の単純な、何これ、マスの世界っていうか、なんかああ。マイケルが好きなんですよ、うん。私は。マイケルうん。大好うん。きで、うん。で、まあ、ジャネットは同じ DNA 持ってる。同じというか、まあ、まあね。うん。同じ DNA 持ってるから、ジャネットを見るイコール、マイケルを見たも同然というよくわかんない計算式よくわかんがあっないな。て、うん。で、じゃあこれは見た方がいいんじゃねえかみたいなのが最初の発想だったんですよね。まあ確かにマイケルこっちの世界にいないからね、今ね。そう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 見れることはできなそうそうそう。いからね。うそうなんん。ですよ。そう。で、その行った人の情報で、マイケルとジャネットがコラボしたスクリームっていう曲があるんですけど、うん。それを、ミュージックビデオ流しながら、うん。ジャネットが歌うっあの、ていうのがあるっていうのを知ってたので、それをはい。どうしても見たかったんですよ。うん。うん。っていうのが、まあ、なんか不純な動機っていうか、いや、そんなことないぜ。うん。なんですけど、でもね、今回帰り道に、まあよくバケットリストってありますけど、うん。まあこれをいつかやってみたいとか、うん。そういうのってやっぱりもうすぐやんなきゃダメなんだなって思っうた。やった方がいん。いなって思った。そうなそう。るほどね。そうなんです。確かそれ英語でさ、バケットリストってそのバケツの中に入れてるリストで、それをキックだったかな、キック your bucket list っていう言い方があっああ、て、うん、やっうん、うん。ちまえよっていう意味なんですよね。うん。ひっくり返して、中に入れておー。るだけじゃなくて、それをひっくり返してね、うん、リストをほじくり出しちまえっていう意味なんでしょうけど。うん、うん。なるほどね。まあ私は、うん。先週のエピソードでも話しました。あれ、ピンクの話しましたよね。ピンク、ピクちゃん話しました。はい。すごいハマってて、行きたい時期があったから、みたいな。それも、まあ、彼女は今、ツアー全然やってないんですうん。けど、機会があったら、やっぱもう、次は行こうっていうのとか、あと私、レディー・ガガとかも好きなので、うん。まあ、ガガ様は結構日本びいきなので、毎年ぐらい来てはいるんですけど、なんでガガ様になると急にみんな様ってつけますよね、ガガ様ね。つける。なんですけど、うん。チケットの争奪戦具合が半端ないっぽくっね。て、うん、まあでも、ガガ様の場合は全然結構頻繁に来てるから、うん。また今度って思わずに、うん。もう次は、来年はって思まあね、ってます。その目の前にあるチャンスなんてさ、こう目の前にあるからいいやって放置してるともう二度とその機会は訪れなくなりますからね。そうなんですね。よ。そうで、今回初めて、なんていうのかな。本当大物アーティストみたいなうん。方の舞台を見に行ったんですけど、ちょっとそれで今回ので扉が開いたっていうか、もうちょっとうん。他の人の見てみたいな、みたいなうー気持ちがん。湧いたので、まあ、コンサートに限らずかもしれないですけど、そういう大きな会も、機会があったら、行きたいなっていうのを思いましたし、そのバケットリストの件も、ますます今すちゃんとやごいなんかろうと思った。思いついたことがあったんですけど、あるんですけど、うん。若い時はね、なんかこう、お金が入ったら物を買ってたんですよ。ああ、うん。物を買うの好きだったし、機械うん、類も好うん、きだし、ガジェットうん、的なものは昔から好きなんでうん、すけど、旅行に行くとか旅をするとかって、何にもなんねえじゃねえか。もう形が残んねえじゃねうえかってずっと思ってん、たんですよ。でそれはね、いつからかね、ものじゃねえだろうと。うそういうん、経験とか、その出会いとかっていう方が、物を買うよりも何百枚も自分の自分のなんだろうな、自分の肥やしになるというか、自分の経う験がん、熱くなって、その先の人生が変わっていくだろうって、いつからか思うっちゃったからね。そういうコンサーん、トに行って、
何、見聞を開くっていうのはすごくいいと思うーん。私が慕ってた高校生の時の、あの、国語の先生がう。うん。いるんですけど、プライベートでも仲良くしていただいた方がいて、うん。その方が、私に言ったんじゃなくて、みんなの前で喋ってる時に言ってたのが、これは絶対って思うものがあったとして、今うん。自分に手持ちでお金がなかったとしたら、うん。そういう時は借りてでもいいから絶対経験した方がいいって言ってたのを結構覚えてて、はっきりと。なんか、これっていう時は、やっぱそういう手を使うべきなんだな、みたいなのは思います。はあ、う確かに。ん。昔のそのね、さっき言ったその英語の歌を自分の手で辞書、当時はね、辞書ですから、辞書片手にね、単語一つ一つやってっていうのって、やっぱり経験として消えないですもんね、それはね。ううん。ん。うん。だからその、ね、歌が好きで英語を勉強してる人もやっぱりいるんですけども、その人がその自分で訳そうとして頑張ってっていう、あの姿勢っていうのは俺も経験済みなので気持ち非常にわかるし、やっぱりそうか、人の気持ちがわかるっていう人になっていくね、経験を積むと。やっうぱりもうん。成功もね、いろいろと経験するし、うん。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 人に寄り添える人になっていくような気がするね、経験を積むっていうのは。うん。ですね。ね。うん。いい話になってきたな。これまだね、オープニングじゃないですけどね。ですよね。その、こっから本題に入ってくんですよし、けど。じゃあ、はい、おしゃれアレルギースタートスタートでございます。です。この番組は黒、黒大好きなある意味。ジャネットで感動している、ファッションデザイナーユミさんと、髪を切ったのかと思って聞いたら切ってなかった、切った詐欺のよしが。ちょっと待って、言わせてもらいます。はいはいはい。これ多分ね、ほら、周り、背景うんうん。ぼかしてるじゃないですか。うん。ぼかしの際がね、あれなんですよ。なんかフィルターみたいになってる。フィルター、髪の毛切ったフィルターになってるんですよ、俺だから今。ほら、見て、これ、ほら、ちょっと、なんか、なんか、違うでしょ。うん。なんでかわかんないけど、切ったのかなと思ったんだそう。よね。さっきエイブにも言われたんだよな。うん。だからそこで、あ、やっぱそう思ったよねって。そんなよしが。そんはい。なよしが、こんな二人がお送りするカルチャー、ファッションについて、ゆるく話す番組です。で、ジャネット系はい。で何か感じたそうことがあるんでなんです。すね。コンサートうん。を終えまして、うん。歩きながら、こう、なんか考えてたっていうか、うん。こう、ほわっと頭に浮かんうん。だんですけど、はい。まあ、わかりやすく、私の場合は、こう、マイケルとジャネットっていう、うん。並べる対象がね、はい。その夜はあったんですはい。よね。で、あ、なんか、マイケル、まあ、さっきも話したみたいに、マイケルイコールジャネットと思って言ったけど、なんか全然違う人だったうなってん。うん。思ったんですよ。あ、なんかうん。その、重ねて見てたけど、もう全然違う人っていうことだったんだなっていうのは思って、で、それなんで自分がそうやって思ったかっていううん。と、例えて言うなら、まあ、マイケルは圧倒的カリスマ性のうん。ある人。で、ジャネットっていうのは、ジャネット・ジャクソンっていうこう世界観がもともとあって、うん。その彼女が持っているものをこうずーっとこう追求していった人って感じだった。うで、なんでかん。っていうと、私がね、90年代とか2000年代初頭に受けてた彼女からの音楽性とか、そういうのとから受けてた印象ってやっぱあったんですよ。うん。こんな感じの雰囲気の人で、こういう感じの音楽の人みたいなっていう印象がある程度はあったんですよね。ね。で、その状態でコンサート行ったんですけど、なんかそれを洗練された、さらに洗練された状態で見たって感じだったので、うん。すごい雰囲気変わったなとかは全然なかったんですよ。うん。だから音楽性とかファッションとかに統一感があって、それを、まあ多分こう、若いうちからもうそういう自分のスタイルが確立されてたから、それをこう、ずーっと長い間、年月かけて追求していった、その集大成じゃないね。まだ60だから、集大成じゃないね。だからその追求していった先のものを見せてもらったみたいな風にやっぱりさっ思ったんですよ。ユミさん言ってた通り、比較対象にされる人じゃないですか。ジャネット・うジャクソンって。ジャネット・ジャクソンーん。って聞いたらマイケル・ジャクソンのことを思っちゃうし、そうそう本人はそうそう。そこに、
期待されるんじゃないか、比較されてしまっているという、なんていうのかな。やっぱり彼女にとってはそのプレッシャーになることが多いと思うんですよね。なんかだから、実際、なんかのインタビューで、うん。私コンサート行く前になんか見たんですよ、インタビューを。はい。そしたら、自分のスタイルを確立するまでは明うん。かしたくなかったからっていうことで、マイケル妹っていうのを言ってなうん、うかっん、うん、たらしいです。そのうん。本格的なヒット曲が生まれるまで。はい。うん。その自分のスタイルを貫くっていうことしか比較対象として見られてるのを打ち破るのはやっぱり自分のスタイル貫くしかないですもんね。うーいろいろ他にあん。るかなどうかな。だってマイケあ、ルっぽくしたらさ、うん。多分長続きしないですもん。あ、まあ、二番煎じだね的なそうそう感じでそうそうそう。言われちゃう。うん。そう、でも、まあでも、そうだろうね。そういう、やっぱりアーティストとか、その、親の七光とかもね、うっていうのも、ん。そういうのもやっぱり、いろいろプレッシャーはあるでしょうからね。うん。うん。なんか私が思ったのは、あの、なんかもしかして、このアーティストとかそういう人っていうのは、もう圧倒的カリスマのある方と世うん。界観追求する方と、こう、二つのグループみたいなものに分うん。けられるんじゃないかっていうのをちょっと思って、ただその後者の方にカリスマ性がないとかそういうことではないんですよ。うん、もちろんうん。ね。もちろんカリスマ性はあるんだけども、一個の自分のスタイルをこうとことん追求するタイプの人と、なんか、そういう感じで2種類あるんじゃないか、タイプが2種類うん。あるんじゃないかなっていうのは思って、まあ私は後者型だとは思うんですけど、うん。そう自分、スティーブ・ジョブズです。いつも T シャツ着てるでしょ。 はい。その、その自分の中のプレーンを追求するみたいな。そうね。まあ、ユミさんそういう人ですよね。なんか自分の、でもスタイル。そこもさ、最近ちょっと変わってきたなって思うのは、う自分ん。のスタイルを貫きすぎて、う大ん。衆向けじゃなかったっていうのがあったじゃないですか。はいはいはい。今でも大衆向けじゃないでしょうけども、うん。今はその、自分のスタイル突き詰めすぎちゃうよりは、うん。自分の服を好きになってくれる人の、うん。そこに合わせて、ちょっと服作りも変えてきてるんじゃないかな、なんて思ったりして。自うん。 分ではわかんないね。なんだ、そうか。なんかそう言って言われると天の一周された。弱合わせてねえし、みたいな。めんどくせえな。天の弱はね、ダメなの。わかんないけど。そう、でも、久しぶりに肩出しファッション見たな、俺。あ、本当ですか？ちょっと、うん。マッスルついてきてます？そう。でも、そう、でもね、どうですかね、よしさんどう思います？この私の思ったこと。なんか二つのグループに分けられるとかうん。があるんじゃないかとか、ちょっと思ったんですよ。あのそれいろんなところにやっぱり言えて、特にそのポッドキャストとか、多くの人に何かをこう発信するっていう場合には、うやっぱん。どっちかですよね。うーカリスマ性があるか、自分のスタイルを貫いてん。るか。でも、自分のスタイルを貫いてるイコールカリスマなんじゃないですかね。まあ確かにね。でも、うん。どっちが強いかみたいな。うん。だってほら、お笑いで言うとさ、筋うん。肉とかパワーとかそういう本当に2つ3個3つのネタでさ、うん。もう30確かにね。年とかやってるじゃん。はい。だから本人にカリスマ性とかはあるかもしれないけど、うん。どっちかっていうと世界観追求型じゃないですあ、か。そう考えるとそうなのか。なんか私、筋うん。肉がなんで出てきたと思ったけど。確かに。でも分かりやすいでしょ？うん。確かにね。うん。うん。そうそう。だからそういう感じでミュージシャンの方もそうだけど、まあありとあらゆるアーティストの方うん。は結構大きく分けたら結構そういうふうに分けられるんじゃないかとちょっとうん。思ったんですよね。もう例に挙げる人が極端すぎる。三輪明宏さんとか、カリスマ性ありつつ世そこはカリス界観マっすよ。追求型でしょ？え、ああ、そうか。カリスマだよね。あそこの人、カリスあそこ。マすごいけど、でも、もう宮さんといえばこうだよね、みたいなのがもう確立されてるから世界観追求型でしょ？じゃあ、その、両者っていうよりも、それはやっぱり統合するといいって話じゃないですか、そこは。ああ、まあそっか。ちょっとそこの結論はわかんないけど。結論、いやでも、カリスマイコール、突き詰めたその先にカリスマがあって、みたいな、そんなことだって、でも、カリスマ美容師、
今ちょっとパッと思いついた。それはなんかさ、うん、形容詞っていうかなんかの 確かに。なんちゅうの、表現してる。でもあれ、なんか、うん思いつきますそのカリス、例えばね、カリスマ型と世界観追求型みたいな風にこう分けたときに、この人うん、はこうだよねとか思うものあります？まあ俳優さんでもいいし、アーティストでもミュージシャンでも誰でもいいんですけど。俳優さんとかさ、それ言われると、カリスマっぽく出してる人も、普段はうん。全然カリスマじゃないわけですよ。まあね、表っていうか、そう、スイッチオンの時とね、あるからね。そうそうそう。うん。ちゃんとそういう役回りをずーっと長年やってきたことによってカリスマ的な、役が回ってくるっていう、そういう流れなので、やっぱそこにはね、努力とかもたくさんあるから、うーん。やっぱりでも一つになっちゃうんじゃない？カリスマを、自分のスタイルを突き詰めていったら、その配役、まあ、うん。役をもらうのもカリスマチックな役をいっぱいもらうようになるっていう。あれ、ちょっとそこも、待って。うん、あ、でも、うん、あれ、ちょっと待って、この前、何回かエピソードの中では話題に出てる俳優さんですけど、うん。忠信、浅野忠信はい、はい。さんとかは、カリスマ型だなって、若い、私が10代の頃は思ってた。すうん、ごいね、あの、めちゃくちゃカメレオン俳優だったんですよ。すっうん。ごいいろんな役やってたから。はい。だけど、今、浅野忠信って聞かれたらどうなんだろうね。カリスマ性と世界観持ってるっていうのとどっちの色が濃いのかな。世界観、俺は世界観ですね。圧倒うん。的に。それはうん。経験を経てっていうとこか。うん。そこはね、うん。本当に、ライン引けない気がするな、なんか話をしてると。もっと確かいろんな人に。の例出たらいいかもしれないでうーすけどね。ん。なんかありますでも、そうだな。まあ、マイケルはもう圧倒的カリスマ性というかもう存在感みたいなそうですよのがね。強いなって思ったんですよね。海イさ外は、んはうん、自分のやることを追求してるわけですよね。うん、でもやっぱりそうなってくるとね、自分のやりたいことを追求してやってますけど、カリスマ性はあると思うんですよ。うーん。自分の好きなことを追求するというカリスマ性。元も子もないね、ここつなげたらね。全部それ言えちゃうから。うーん。でも、どっちが色濃いかですよね。だって、うんうんマイケルだっうん。て世界観はあるわけだけど、圧倒的存在感の方が強いわけだかそうでら、すね。そうそそれってう。どうなんですか？例に出すな。うん。人によって見え方変わるんじゃないですかね。例えば俺が見てる、ああ。あ、マイケルカリスマ性だね。でも自分のスタイルすごいあるよねっていうのと、ユミさんのうん。マイケルに対するイメージっていうのは多分違うと思うんですよね。まあ、違うと思う。ううん。ん。確かにね。マイケル・ジャクソンはカリスマ性ですか？それとも世界観重視ですかっていうのをちょっとこれは投票機能投使って票、投票、う久ん、しぶりに。うん。しよこれ多分分かれると思うよ。う。わかった。でもカリスマ、もっとあれ、うん。カリスマっていうのは何なのかっていうところをもっと具体的にしないと、確どうかに。答えて。でも圧カリスマって倒的何よ？存在感。圧あ、そ倒的存在感じゃないの？ うなの？ちょっと俺調べちゃう。カリスマって何っ AI にて思います。聞いてみる？ああ、じゃあぜひお願いします。でも、ヨシの AI と私の AI 違うかも。同じだよ。カリスマ性カリスマって何っカリて。スマうん。美容師だったらね、なんならカリマス美容師でいいじゃんって思うんですよね。はい。親父ギャグがすごい。ちょっと聞こえてたんだ。炸裂具合半端なかった。うん。ざっくり、AI から答え出ました。はい。ざっくり言うと、その人がいるだけで人の心や行動を動かしてしまう力。わかるわかる。マイケル。まあ、ただ存の人、在感ね、存在感。そうそうそう。ただの人気者とか目立つ人とはちょっと違う。うん例えばカリスマがある人って言葉に重みがある。普通のこと言ってもなんか刺さる。存在感がある。黙っていても空気が変わる。人を引きつける物語がある。その人の生き方、苦労、信念、矛盾まで含めてもっと知りたいと思わせる。自分の軸がある。全員に好かれようとしていない。だから逆に強い。人に許可を与える。この人がそう生きてるなら私もそうしてもいいのかも。と思わせる。語源的にはもともと神から与えられた特別な力、ちょっと漢字読めない、みたいな意味があるんだけど、今はもっと広く人を自然に引き寄せる特別な魅力や影響力という意味で使われることが多い。
でも私はカリスマって完璧な人じゃなくて、むしろその人の中にある強さ、弱さ、矛盾、信念が一つの温度になって外に漏れてる状態だと思うんだよね。だからカリスマは、そして急に読み方変えたの、今。いやカリスなんかその、マ性があるね。うんおい。そのなんか AI のキャラ入れてきたと思って。あ、さだすが。からカリスマは作り込むというより、自分の核を隠さなくなった時に出てくるものに近いかも。今、その AI の回答は、そのカリスマ性を突き詰めるんじゃないよっていう話をしてますよね。ただ、うん。自分の入れてることを突き詰めていくと自分の核が出てくるってことじゃない。ああ、そう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 。やっぱり繋がってんじゃね？じゃあカリスマ確かにね。性と、うん。さっき何ですす、か？何存ああー、在、世界観追うん。求型。世界観追求型とカリスマ性を持った人の違いは何だって聞いてみましょうあ、じゃあか。カリスマ型とうん。世界観追求型の違い。の違い。ざっくり言うと、うん。カリスマ型は人そのものに引力がある。世うん。界観追求型はその人が作る空気、美意識、思想に引力がある。似てるけど引きつけてる磁石の場所が違う感じ。うん、カリうん。スマ型は本人の存在感が前に出るタイプ。うん。この人が言うなら信じたい。この人についていきたい。会ってみたい。話してみたい。みたいに、その人そのものが人そのものがコンテンツになる。うん。うん。カリスマ型は炎に近い。近くにいると熱を感じるし、人が集まる。うん。だけど強すぎるとちょっと怖さもある。ああ、そうかもね。世界観追求型は、本人そのものよりも、その人が作り出す美意識、物語、空気、思想に人が惹かれるタイプ。あ、美輪さんじゃん。例えうん。ば、このブランドの空気が好き、この写真の感じが好き、この人の選ぶ言葉や色が好き。うん。ああ、蜷川美香さんとか写真撮られる方とかもそうですね。この人の暮らし方、表現、価値観に浸りたいみたいに、その人が作る世界に入りたくなる。特徴としては美意識に一貫性がある。言葉より空気で伝える。派手に主張しなくても記憶に残る。作品、服、写真、文章、空間に人格が出る。ファンはその人の世界観につく。時間をかけて深く刺さる。うん。世界観追求うん。型は森や部屋に近い。入った瞬間に、あ、ここ好きってなる。じわじわ効く香水みたいな存在か。ああ、なるほどね。世界観追求型の人は、俺、パッと今話聞いてて、こんまりさんかなと思ったんですよね。おー、スパークルんスパークスパークルスパークルっていうの？あ、いや、スパークルホール。スパークルね。メソッドあうん。りますよね。うん。小森さん、あの人は世界観追求して、スタイルをうしてるけど、ん。彼女自身にカリス確マかにね。性があるわけじゃないですよね。うまあ、カリスマ性あるん。でしょうけども、そのまあまあ、本やってること人に会えがカリスマ性。ばカリスマ性はあるとは思いますけど、やってることうん。は世界観完全に追求型ですね。そうっすよね。っていうことだか。もう私、で、うん。これ見ながら思ったら、世界観追求型蜷川美香さんっていうカメラマンの方ご存知ですかね。わかんないですよ。蜷川さん、あ、ヘルタースケルターって映画とか、はいはいはい。沢尻エリカちゃんのやつ。はい。あれとかは蜷川さんの世界観なんですけど、ああ、そう。あの感じね。確か監歌、うん。督蜷川美香さんだったと思うけどな、ヘルタースケルター。宇多田ヒカルの桜とか、なんかうん。ドロップスとかの PV とかってなんとなくつながるんですよね、俺。うん、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 うん。でファンタジーな感じ。あ、もしかしたら PV もプロデュースしてたかもよ。うん。そうでもね、あの方は本当に一貫してるんですよ。ある地点からですけど、うん。まあ、皆川さんといえばこういう感じみたいな。で、空うん。間を作ってるっていう感じなんですよ。写真家の方だけど、完全に空間を作ってるから、世界観追求型ですね。で、すると、投票しなくてももう今ので回答、マイケルはもう明らかにカリスマですよね。そうです。カリスマですね。そう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 。そうなんですよ。だから人気がありすぎて、アンチが大量にいる人とかは完全にうん。カリスマうーの方にん。入るかなって。だからああ、メディアの叩きもやばいし、昔、私たちの世代で言ったら、まあ、浜崎あゆみさんとか、うん。うん、そう、カリスマ。
うん。うん。あとは、ブリちゃんとか、ブリトニー・スピアーズとか。カリスマ性ってさ、でも、流行り、流行り廃りには乗らないですよね、多分。ああ、確かにそうかも。うん。流行り作る人っていう感じかな。流行りを作る人か、そうか。時代のうん。一歩半歩ぐらい先行ってるから、うん。何これってみんながなって、だんだんそれをベースにしてムーブメントが作られていくみたいな。浜崎あゆみさんってそうだったかもしれないですね。当時、ほんとそんな感じで、もうほんと、セルフプロデュースっていう言葉を多分彼女が作ったんだと思うんですけど、うん。うん。とか、同でも、じ時代に出てきたブリトニー・うん。スピアーズもはいはい。同じことですよね。でもそこに、流行りもあったし、下りも、ブリトニーも、浜崎さんも、うん。下りもあったけど、それはやっぱり時代の問題だったりとか、まあ、扱ってる商品がそういうものだったかもしれないですもんね。うー本人自体にはん。カリスマ性が消えるわけはないので、そう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 ん。う。本周りが、当にそそっか、周りの、流行り廃りっていうのは周りの問題だね。う。うーん。なるほどそうそうね。そう。そうですね。あ、で、AI 的に私は世界観追求型よりだと思う。だって。そうなんだ。うん。あ、ユミさんがでしょ？そう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 。私がね。うん。でもユミさんはカリスマ性、あ、でも、ユミさんはそうか、世界追求型だ。世界観追求型だ。そうそうそう。世界観追求で、合型。ってるんだね。うん。私は本当にそうだと思うん。う。うん。でもそこにはさ、センスというカリスマがないとまあ、ファッションデザイナーなんて特にね、うセンスがーん。他と違うセンスというタレントってやつか。タレント。タレンテッドだね。そうん。れってカリスマ性でしょ、そこは。どう、どうなの？ どうだろカリスう。マと関係あるのかな？ちょっとわかんない。タレント。カリスマっていうのはその核になるものでしょ、だって。うーその人がん。自身が持っている。確かにそうだね。ううん。ん。それはタレントってその才能があるっていうところもやっぱりカリスマ性っていうふうに言えて、やべえな、このテーマ。壮大すぎる。そうだね。ちょっと壮大すぎてあの、うまく扱えなくなっちゃって。本当に、俺ら全然ダメだ。全然俺らカリスマ性なんかねえんだから。だからこれね、今言えないんだよ。日はね、ゴールないですから。ないっすね。最近ゴールないの。まあ概念的なものだからゴールないのはもうないっすよ。う人によって違う。ーん。そうそう。でもなんかね、こういった視点で見ると結構面白いもんだなと思っね、て。本当ですね。カリスマって実そうは俺、そうそ初めて内容知ったかもしれないな。う。うリアルなとこーろはね。うん。うん。ん。なんかこう、私としては、そういう、なんていうのかな、ビッグアーティストみたいな、そういうん。う方っていうのは全部カリスマで片付けてた部分があったかうら、ん、そう今でもありそうで回すね。自分自うん。身のその体験を通うん。じて、なんかこたまたまそこの二人がね、兄弟だったからこそ、そういうふうに見れる機会が、感じられるきっかけができたなとうん。思って。だから、っていうか、そのずっうん。といろいろ考えてたことが事実にぶつけられて、そこで考えを改めるっていう、なんかすごくいい流れの、なんだうん。ろうな、流れですね。このマインドをこうセットするための。いい流そうれ。そう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 そだってなかなかカリスマ性とね、世界観追求型って比べるっていう思考なかなか俺にはないですから。う。そうだから、なんだろうな、圧倒的なものがないとうん。ダメなんだみたいな感じで多分思ってたから、そっか、こういう世界もあるんうだ、みたいな。ーん。ちゃんでと肥やしになってますね。何でもかんでもね、ユミさん。ちゃんとなんかいろんなものを捉えてる、最近のユミさんは。うーん、そうですか。うん。で、自分のものにしていこうという、多分ナチュラルにそれが出てきてるんでしょうけども、なうんかいろんなものをん。取り込んでやろうみたいな。アメーバみたいなもんだな、今。その言い方よ。アメーバ。アメーバ。でもね、本当うん。にジャンネット音楽もそうだけど、うん。やっぱファッションとかも全然今風なんだけど、ジャネットといえばこんな感じだよねっていうのをこうアップデートしたバージョンみたいな感じで見せてうん。くれたから、なんかそういうことがもうその2、3時間の間でめちゃくちゃ積み重なって、こういう見方ができるってうん。いう情報を与えてくれたって感じですかね。うん。ジャネットはどういう思いでアーティスト活動を続けてるんだろうね。うーん。でも大きいモニターに映る顔を見ながら、この人は嘘言ってないって思いましたよ。うん。そのなるほどね。感謝の言葉とか、うん。自分が愛してることをやらせてもらってるみたいな。なんかまあね。神に感謝してるみたいな言ってて。
だって、みんうん。ながみんなが自分の好きなことだけで生活をしていくっていうわけではないからね。うーん、そうそう。うん。なんかそれを、あんなにこう、大物っていうか、そういううん。風になっても、日々忘れてないんだろうな、みたいな。そうね。そこの大切さ、そういう、まあ、謙虚さとまたちょっと違うとこだと思うんですけど、なんか毎日こうリセットしてる感じっていうの。なんかそれをすごい感じて、彼女の表情とかから。それはすごいなそうさ、んかね、よかったフです。リーランスをやってる人で、自分の、なんかたまたま会社からうん、依頼されるようになってっていうものじゃなくて、自分が好きなことでフうん、リーランスとしてやってる。また俺とかね、ヒミさんですよ。うん、そういう言葉聞いたら本当にわかるよね、いろいろ。うん。だって自分が好きなことやらせてもらってるのは自分だけじゃできないわけだから。そうそう。だから本ね当に自分でも気をつけるようにはしてるけど、その当たり前のことなんて何もないんだっえ。うん。ていうまあね。ところを、まあ、改めてうん。毎日感じるべきだなってうん、そう。思いました。本当そういうべき。うん。うん。そう。それを、そうめん。そうめん食べるときもそうですよ。そうめん何食べるときもこのそうめんを変えたのは、俺が英語を教えてだけじゃなくて、うそれを受けてくれてっていう、俺が教ん。えてというよりも、受けてくれる人がいるからっていうふうに考えるんですよ。う考えるですよっん。ていうかね、考えるのうん。で、うん。うん。うん。いや、うん。そこはね、忘れちゃいけないですよね。ううん。ん。ありがたきい幸せ。ありがたき幸せでございます。うん。殿みたいな感じですよ、本当に。今ね、タイが見てるから。あれ、うん豊臣兄弟見てるんで、ありがたき幸せってつい言っちゃう。そんな、はい。いいお話でしたね、今日はね。そうなんです。うんじゃあ今日は投票機能なしでいいかい？答え出ちゃったから。出ちゃってるから。うん。すいません。投票機能、そうだな。意見も割れてないし。聞割れてきないですね。たいことあるよし。俺どっち？俺はカリスマじゃねえな。俺もやっぱり、世界観追求型だね、俺はね。あ世界観なのかな？俺はやりたいこと追求型だね。そうやって言われるとどうなんだろうね。カリスマではねえな。うんうーん。あの、そっか。これね、これ、もううん。はっきり分かるエピソードがあって、うん。何？こう、ポッドキャストをやってて、ね、うん。10万人ぐらい聞いてるポッドキャストをやってて、そこでイベントをやるわけです。うん。うん。イベントやると、よっさん、会いたかったですってなるわけですよ。うん。すごくこう、俺ってカリスマじゃねってちょっと勘違いするわけですよ。うん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 。ものの3分ですよ。もう放置されますから、俺。うん。それ何回も聞いたことある。で、そのそう、それで、うん。そう、みんな楽しそうに言ってる。いや飲んでますかって、あ、よっさん、そう、よっさんいたんですね、みたいな、そんな感じで流れてますよ。そのこれね、さ、ちょっと寂しくなってるとこ写真撮られてたじゃん。そう、あれは最高傑作の写真です。しかもモこうやってね、ノクロに加工手を広げされてる。てファッションショーをそうそうそうして、そう。みんなピザ来たらみんなあっちのピザの方行っちゃって、俺一人ポツそうそうそう。ンと座って、白黒で撮られてるっていう。白黒で撮られてる。これのどこにカリスマ性があるんだよ、これね。それはね、もう間違いなく俺はもう勘違いしないでおくって感じ。いやー、うんね。やっぱ内側に秘めてるものじゃなくて、自分がやっているものに、やっていることがもしかしたらカリスマ性はあるのかもしれないけど、うーあれカリスマ性ってん。やってることにもカリスマ性があるって言ってましたっけさっき AI で。その人そのものじゃないですか？その人。じゃあ違うわ。ごめん。違うダメでした。え何？あ、その、俺人そのものはカリスマ性、に引力うんがある。引力がある。そうそうそう。うん。積力はあるよ。あまあでも、確かに、ヨシさんは、自分がこう気づいてきた、長年かけて経うん。験して気づいてきたメソッドがあるから、それがもう熟成したからみんなに渡したいよっていう段階なので、やっぱり世界そう。観追求型ですね。もともと自分がやりたいことも世界うん。観追求型に入っうんてるから、そううんうん会ってものの3分で、じゃあって言われるのは、やっぱりカリスマ性はないとして考えた方がいいと思いう。うや、んなんか比べる感じで話すのやめようよ。でもね、俺このエピソード好きなんだな。多分。こうやってやるとみんな楽しんでくれるから。そっか。うん。そっか。そう、私も世界観追求型です。ちょっとカリスマ性も欲しい。
カリスマ性ね、でも、ファッションデザイナーという道を選んでる時点で俺カリスマ性があると思いますけどね。うーん。ね。ちなみに英語ではカリスマティックって言います。カリスマ性。カリスえー、マティックですね。うん。カリズマとかじゃないの？カリスマではない。カリスマティックかな。うん。うーん。そうか。多分、聞こえうん。方は確かにカリズマって聞こえるかもしれないです。カリスマリっうていうのはーん。発音的にカリスマリっうんうんていうのかな。うん。うんうん最後、クっていうのは聞こえない発音するかもしれないですね。うん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 。なるほどね。いや、うん。じゃあ今日はうん。投票もなしで、なしです。はい。まあ、いつも通り聞き流してくれてありがとうってことですよ。はい。はい。聞き流してください。ぜひ、このエピソードもね。何かちょっと引っかかるものがあればコメントいただければね、嬉しいですね。そうですね。ぜひ。はい。うん。ちょっとタイトルにジャネットって入れると思うので、もしファンの方聞いて、ちょっと失礼なこと言ってたらすいません。でうん。も、本当に素晴らしかったです。うん。あもの、なんかいろいろきっかけがあって、最初からちょっと行ってみようかなって思ってた話だったので、うん。ちょっと行いけてけてよかった。よかったです。なんかいそれでろいろ。気づいたこともあるし。そうなんですよ。ちょっとね、うん。点を回収してる感じだったんで、自分的に。うん、すごいですね。じゃあそれを自分の後ね、どういうふうに肥やしになっていくかっていうのは今後の楽しみですね、ここもね。そうです、そうです。うん。で、うん。必ずそういう感性って、なんていうのかな。必ずプラスに、なんかマイナスの感性でもそれってイコールプラスじゃないかって思っちゃうので、うー見たことによん。ってね、気うん、づいたことによって、うん、なんか楽しみですよ、今後の由美さん、マジで。うん。うん。うん。頑張ります。頑張りましょう。じゃあ、はい。またね、はい。コメント今日は、待ってます。うん。今日はこんなところではい。終わりたいと思いまはい、あす。りがとうございました。はい。また来週おまた来週。耳にかかりましょさよなら。う。さよなら。